電光。日本海軍の命名規則にのっとり、光にまつわる名称を与えられたこの飛行機。この飛行機こそ、愛知航空機が終戦前の2年間をかけて開発した新規設計の兵戦夜間戦闘機、である。この動画は、その開発から構造、そして謎の多い電光の最後について解説したものである。今回の動画のテーマは以上の3つだ。電光とはどのような飛行機だったのか。電光の最後はどのようなものだったのか。電光の構造的特徴、性能、これらのテーマに沿って、電光を解説していく。1943年6月、実用機試製計画によって、愛知航空機に兵戦 A90 の設計が命令された。当時日本海軍にあった兵戦というと西陸上偵察機から改造された月光、銀河から改造された極光が浮かぶ。しかし、この電光はそれらと違い、一から設計を行うよう海軍から命令された。日本軍初となる新造兵戦電光への海軍からの計画要求は、以上のようになる。夜間的攻撃機の撃墜に適し、かつ昼間的哨戒機の撃墜及び中距離哨戒にも適すること。搭載エンジンは誉れ22型、NK9 系、2機。最高速度は高度9000メートルにおいて675キロ以上。上昇力は高度6000メートルまで8分以内。航続力は正規重量の場合、高度6000メートルにおいて最高速度で 0.5 時間。高度4000メートルにおいて、巡航速度445キロで 2.5 時間。離陸滑走距離は400メートル以内。着陸滑走距離は600メートル以内。着陸速度は144キロ以下。姿勢電波探知機を装備。射撃兵装は機種に30ミリ機関砲1門及び20ミリ機関砲2門、胴体後方に20ミリ機関砲2門を装備した遠隔操作銃刀を装備。機種の20ミリ機関砲は上向きにもできること。爆撃兵装は 250kg 爆弾1個あるいは 60kg 爆弾4個。この計画要求交付に先立って1943年6月16日に行われた A90 研究会のメモが防衛研究所所蔵資料の中に残されている。おそらく、後に電光の設計主務者となる尾崎俊夫技師のものだろう。その中には、A90 の敵機攻撃方法として、敵を上にして下から攻撃、との一文がある。これが、計画要求の中の、機種の20ミリ機関砲は上向きにもできること、という文章に繋がっているのだろう。この研究会で航空本部側と愛知航空機側でどのような会話があったのかをイメージできる尾崎技師の回想が残されている。海軍航空技術省で開催された、本機の計画要求項目の決定会議に筆者も出席を許されたが、本機の最高速度、要求高度をどのくらいにするかが大問題となり、敵機が本土空襲をする場合、高度は6000メートルが限度であり、無理して9000メートルにする必要はないとの強い発言があったことを、今でも覚えている。計画要求の交付から3ヶ月後の1943年9月21日には、兵戦補足事項説明会が行われた。この説明会では、18種兵戦闘機計画要求について主に以上の補足事項が説明された。極力最高速力を増速すること。操縦安定性を西陸艇より良くすること。空戦視界を極めて良好にすること。前方視界を西陸艇より良くすること。失速速度付近での安定性を良くすること。着陸を容易にすること。索敵視界を良くすること。愛知航空機は同機に AM25 の社内名称を付し、これらの要求を踏まえて1943年11月に本格的に設計を開始した。設計陣は、前述の愛知航空機技術部試作設計課課長尾崎俊夫技師を設計主務者に据え、これに加えて北畠隆、西田光夫、高橋清美、椎名俊夫、佐久間三郎、小林伝之助各技師研究陣としては、研究第一課小沢康代課長のもと、二見角夫、杉本敏夫、小上義角技師といったメンバーを揃え、電光の完成に向けて取り組んだ。いくつかの基礎実験を経て1943年後半までにはおおよその設計が完了し、実物大模型の製作に加えて計画説明書が作成され始めた。1944年1月には模型が完成、2月には計画説明書の作成も終了し、軍に提出された。両者とも審査を経て軍からの承認を受け、この後愛知航空機内にて風洞実験など各種実験、計算を行った。これらも同年6月に終了し、ついに電光の製作が開始された。
電光の製作を行う工場は愛知県名古屋市にある愛知航空機英徳工場で、1945年2月時点で16,225人の人員と 732.230 平方メートルの敷地を有していた。英徳工場では、電光の1日も早い完成を目指して作業は進められた。電光は尾崎技師の当時のメモによれば試作機を12機製作することとし、試作1号機は誉れに4型エンジンのみ、試作2から6号機は特液噴射装置、7から12号機は排気タービンを装備することとされていた。市製電光1号機は、全部品が1944年末までに完成し、組み立ては1944年9月20日から11月30日の間に完遂できると計画されていた。しかし、予定通りに製作は進まず、作業はどんどん遅れていった。そのうちに、1944年12月7日、昭和東南海地震が発生した。これはマグニチュード 7.9 を記録した大地震で、これによって電光を製作していた英徳工場も被害を受けた。尾崎技師の回想では、各人の努力によりなんとか回復、試作機の1日も早い完成へと努めたのである。とのことで、無事に製作作業を続行できたようだ。市製電光の最後については、様々な説が錯綜している。通説としては、試作1号機は完成間近に1945年3月12日の英徳工場への空襲で消失。試作2号機は愛知航空機岐阜ブロックへ疎開し、製作は大垣市の大垣工場で続けられていたが、これも完成間近のところで終戦間近に空襲で破壊された、というものがある。これはおそらく、尾崎俊夫技師の戦後の回想が元になっていると思われる。この通説を、一つずつ検証していき、実際、電光はどのような最後を辿ったのかを解説していければと思う。まず、英徳工場では試作1号機と2号機と強度試験機が並行して製作されていたと思われる。というのは、私が指揮者に尋ねたところによれば、この時期は試作機として8機プラス強度試験機の製作が規定されていた。彼によれば、1号機と強度試験機が同時に製作開始、それらの完成以前に、試作2号機、3号機の製作が開始され1号機に続いて、1から2ヶ月ごとに2号機、3号機と完成していく形だという。そのうち、試作1号機が1945年3月12日の空襲で消失したのは、確実と思われる。1945年3月12日、アメリカ第21爆撃集団による愛知県名古屋市への爆撃が行われた。英徳工場へも焼夷弾の投下による攻撃があり、第21爆撃集団のレポートを見ると英徳工場建物屋根総面積のうち 15% が被害を受けたと記されている。この空襲により、電光1号機は消失した。尾崎技師のメモによれば、試作1号機は空襲の時点で 95% が完成していたようだ。この空襲の後、試作2号機が1945年3月頃に愛知航空機岐阜ブロックの大垣工場に疎開し、製作を続けたということに通説ではなっている。おそらく強度試験機も2号機と共に疎開したのだろう。しかし、ここで少し矛盾が生じる。日本側の文書は、電光が愛知航空機岐阜ブロックの養老工場に疎開したことを示している。養老工場が機械部品製作に特化した工場で、大垣工場が機体組み立てに特化した工場であったことを考えると、このような仮説が成り立つ。試作2号機は先の空襲で破損しており、養老工場に疎開して、ある程度修復用の機械部品が組み込まれた後、最終組み立ては大垣工場で行われたのではないだろうか。こう考えると、文書では養老工場への疎開が指示されていながら、米軍側の文書や尾崎技師の回想では大垣工場が触れられているのも納得できると思う。さて、尾崎技師の当時のメモによれば、試作2号機は、終戦直前ですでに 90% が完成していた。通説では、この試作2号機は1945年7月29日の大垣空襲で消失したとされている。では、米軍の報告書や当時の資料ではどうなのだろうか。はっきりとしたことは言えないものの、実際のところ、電光はこの空襲を生き延び、終戦時点で存在していた可能性がある。尾崎技師の当時のメモを見てみよう。1号の下に書かれている、新1号がここでいう試作2号機であると思われる。試作1号機が空襲で消失したため、番号を繰り上げたのだろう。そして、その隣に、終戦の文字がある。1号の隣に、昭和20年3月12日、ボマーと書かれていることからもわかる通り、この文はそれぞれの機体の節目になった出来事を書いていることが推察できる。1号機は1945年3月12日の爆撃で消失したから、昭和20年3月12日、ボマー。つまり、新1号の隣に書かれている、終戦、試作2号機が終戦で製作中止になったことを示しているのではないだろうか。事実、これは戦後すぐに米軍により編纂された会社報告書の内容と合致する。
報告書によれば、試作機は1945年7月29日の大垣空襲で燃えてしまい、完成が1ヶ月遅れになったとされている。完全に破壊されたのではなく、完成が遅れたということであれば、終戦時点で製作途中の電工が大垣工場に残っていることもあり得るのだ。もちろん、これは仮説だ。実際は7月の爆撃で試作2号機は消失していて、その時点で戦争が終わることを予期した尾崎技師が単に、終戦、と記した可能性もある。米軍が戦後、多くの日本軍機の写真を撮影し、それを残したことを考えると、電工が終戦まで生き残っていたとして、その写真が今になっても見つかっていないというのは不自然に感じられる。少なくとも、結論として、電工試作1号機は1945年3月12日の空襲で消失。試作2号機は1945年3月頃に愛知航空機岐阜ブロックの養老工場へ疎開。その後組み立てのために大垣工場へ移動した後、1945年7月29日の大垣空襲で破損あるいは消失した可能性がある、ということが言える。電工の最後については非常に謎が多いので、あくまで可能性を述べることしかできない。それでも、この動画を視聴している皆様の参考になれば幸いだ。S1A1、電工の寸法は全幅 17.500 メートル、全長 15.100 メートル、全高 4.610 メートルである。胴体は木金混合セミモノコック構造で、フレームの他上下に2本ずつ四角形状の強力重通材が通っている。胴体断面形状に関しては、機種は視界を考慮して胴体基準線を境に上側を正円、下側は武装を収納できるようにしたブクレの楕円形とし、胴体中央部及び後部は要求の旋回重化及びその照準等を装備するために胴体基準線を境に上下左右対称の四角形状とされた。その他、胴体は多量生産を考慮して一体製造ではなく前方部、操縦席部、主翼胴体部、中央部、後方部の5区画に分けて製作できるようになっていた。前方部は、先端と後方上部が木製であり、上方及び下方はヒンジ式ハッチによって開閉可能で、武装の点検が容易にできるようになっていた。なお下方扉は、開放時足掛け階段として利用でき、地上からの昇降によって点検を容易にした。操縦席部は、キャノピー及びその取り付け部を木製とし、また機体下部に動力及び操作関係装置の点検を容易にするためハッチが設けられていた。これも木製であった。主翼胴体部は上部が木製で、主翼桁間を胴体一部とし、燃料タンクが配置された。中央部は上面及び下面部を木製成形とし、両側方及び偵察石油下面を金属製とした。両側面には最高窓が設置され、また、中央部には照準灯及び銃灯が装備されていた。照準灯座席は偵察状態において上下可能なほか、射撃時には必要に応じて後方に移動することもできた。最後の胴体後方部はおおよそ金属製とし、微炭と微輪格納蓋を木製とした。主翼は愛知航空機が以前より優勢や青蘭で使用していた、ハインケル、100系の翼型を使用し、面積は 47.0 平方メートルである。主桁は ESD、超長ジュラルミン製のフランジを使用した主桁を1本ずつ並べた2本主桁構造となっており、主翼外皮は金属製となっていた。エルロンとフラップについては、電工の中でも特に目立つ部分になっている。まず、エルロンとフラップはそれぞれが外方部と内方部に分割されており、すべて油圧によって操作された。フラップはダブルスロッテッド式を採用し、操作時は親フラップ子フラップともに、25度まで展開された。内方部側エルロンは興味深いことに、内側にフラップを接続していた。すなわち、内側をフラップとして使いつつ、外側をエルロンとして稼働できた。また、胴体底面にもフラップが装備されており、これは速度調整用の抵抗板、エアブレーキ、としても使うことができた。フラップとして使用する場合にはマイナス30度まで下げ、抵抗板として使用する場合はマイナス60度まで下げられた。また、着陸時の横安定性を良好にするため、着陸フラップと連動して主翼翼端部約 400mm の部分が上方に45度稼働できるようになっていた。水平時にはピンによって固定されており、フラップと連動する作動筒によってピンの着脱ができた。それぞれの材料については、エルロンはブリキアルイハロ002後半を使用し、打ち出し加工によって極力部品数を減らすようにした。ダブルスロッテッドフラップの親フラップは木製合板バリーコフラップはエルロン同様ブリキアルイハロ002後半を使用し、打ち出し加工によって製造された。胴体底面のフラップ検定鋼板と前述の主翼翼端可動部分は全木製とされた。主翼に接続されるエンジンナセルは後端にくさび状の可動部分を設け、フラップ下げ時にはこれも動かすことで、お互いが干渉しないようにした。この後端可動部及びランディングギア扉はブリキ製であった。ランディングギアは微輪含め、P1Y、銀河のものを有用し、
他にも、オイルポンプなどの補給類、各種作動筒などの油圧部品は多くが、P1Y、銀河 P7A、流星、R2Y、軽運から有用された。水平尾翼では、翼型に RAF30 を採用し、翼面積は 11.6 平方メートルであった。構造は主翼と同じく2本桁金属外皮構造となっていた。エレベーターはブリキマタハロ002後半製である。垂直尾翼については翼型は前にハインケル、119系、後ろに D4Y、水星のものを採用。面積は約6平方メートルである。構造は木製の単桁で、外板にベニヤを採用した。ラダーはブリキータマタハ後半骨組みとハフバリとされた。エンジンについては、少し複雑な経緯がある。当初は、計画要求に基づいて差し当たり誉れ22型とし、誉れ31型完成時はこれに換装するとされた。また、どちらも特液体酸素、噴射装置を搭載し、前回高度以上にて出力を短時間増加できるようにした。しかし、どちらのエンジンも特液噴射装置を装備してすら軍からの要求である高度9000メートルにおける最高速度675キロを達成できそうになかったため、特液噴射装置は廃止して排気タービン、ターボチャージャーを装備することが計画された。排気タービンを装備した場合同高度において667キロを達成可能と計算された。しかし、排気タービン装備に関してはなお研究すべきことが多々あるため、すぐに現計画を変更するといたずらに機体の完成期を遅らせる結果となることが懸念された。そのため、将来排気タービンを装備するも、差し当たり誉れ22型エンジンを装備し、特液噴射装置のみを装備するものとして計画された。また、エンジン前方には大型の冷却ファンが装備された。しかしエンジンについては1944年7月頃に計画が変更。誉れ31型は完成見込みが薄いということで、最初から誉れ24型を使用することとなった。また、試作1号機には特液噴射装置を装備しないことが決定され、誉れ24型単独、誉れ24型と特液噴射装置、誉れ24型と排気タービンの3種類のバリエーションができた。燃料容量は合計2100リットルであり、胴体に容量1070リットルのタンクを1個、両翼に515リットルを1個ずつという配置になっていた。増装を装備した場合には、搭載量を最大3500リットルまで増やすこともできた。燃料タンクは全てブリキ製であり、30ミリ圧の防弾被膜によって保護されていた。兵装は、前方武装に装弾数100発の17式30ミリ固定11型1門と、装弾数合計400発の99式20ミリ2号14型2門、胴体中央の銃刀に99式20ミリ2号12門という装備になっていた。前方武装の99式20ミリ2号14型については、必要に応じて上方30度に施行できるようになっていた。そのため、本銃は2門とも可動式の不要火台に装備されており、火台の中心から左右角200ミリに位置していた。胴体中央銃刀の99式20ミリ2号12門に関しては、装弾数に関する情報はない。銃刀の射角は、不要制限下限10度をもって、プラス60度までの50度分の範囲を、水平ではおおよそ全周360度を射撃することが可能だった。また電光は爆走も可能なように設計されており、250kg 爆弾1個と 60kg 爆弾4個を胴体下部に装備できるようになっていた。250kg 爆弾は胴体中心線より左舷に装備され、堅調化は機体に固定とされた。60kg 爆弾は胴体前方及び後方に並列に装備された。堅調化は格納式とされた。すなわち、爆弾堅調時は堅調化は露出固定されているが、爆弾投下後は堅調化は自動的に内部に格納された。通信兵装は電信として18式空3号無線電信機、電端として18式空6号2型無線電信機の以上が装備された。18式空6号2型無線電信機用アンテナは機種に装備されている。特液噴射装置装備機の正規全備重量は 1280kg、重心は 27.08% マックであった。翼面荷重は正規全備重量時において 218.7kg 平方メートルとなり、これまでの日本軍機に例を見ない高翼面荷重となっている。次に、電光の計算性能を解説していく。電光は、軍からの要求を実際に達成できたのかを見ていこう。まず、特液噴射装置装備機は前述の通り正規全備重量 1280kg、排気タービン装備機は正規全備重量 1650kg で、搭載エンジンは誉れに4型として計算された。これからは特液噴射装置装備機を丸先、排気タービン装備機を丸先と表記、呼称する。電光誉れに4型単独機と電光丸先はロケット排気管を装備することとなっていた。ただし、これから紹介する数値にはロケット効果は加味されていない。最初は最高速度についてだ。電光は誉れに4型単独時日常で 479.6 キロ、
1000メートルで 502.8 キロ、2000メートルで 522.2 キロ、3000メートルで 521.3 キロ、4000メートルで 527.8 キロ、5000メートルで 550.9 キロ、6000メートルで 570.4 キロ、6350メートルで 576.8 キロ、7000メートルで 575.9 キロ、8000メートルで 570.4 キロ、9000メートルで 558.3 キロ、1万メートルで 538.9 キロ、1万1000メートルで513キロである。電光丸崎では、7000メートルにおいて 585.2 キロ、8000メートルで 590.7 キロ、9000メートルで 593.5 キロ、1万メートルで 592.6 キロ、1万1000メートルで 585.2 キロであった。ロケット降下を加味すると、全体的に約10キロほどの増速が見込めた。電光丸滝においては地上で 451.8 キロ、1000メートルで 474.1 キロ、2000メートルで 490.7 キロ、3000メートルで 494.4 キロ、4000メートルで 527.8 キロ、5000メートルで 543.5 キロ、6000メートルで 559.3 キロ、7000メートルで 574.1 キロ、8000メートルで588キロ、9000メートルで 601.9 キロ、1万メートルで 590.7 キロ、1万1000メートルで557.4 キロ、という具合であった。上昇時間については、電光丸崎において1000メートルまで1分30秒、2000メートルまで3分、3000メートルまで4分36秒、5000メートルまで7分57秒、6000メートルまで9分46秒、7000メートルまで11分41秒、8000メートルまで14分12秒、9000メートルまで17分12秒、1万メートルまで21分35秒という計算になった。最大上昇限度は1万1650メートルとされたロケット降下を加味すれば、1万メートルまでの分数をだいたい 3.5 分ほど短縮でき、最大上昇限度を1万2300メートルまで上げることもできるとされた。電光丸滝は、1000メートルまで1分46秒、2000メートルまで3分29秒、3000メートルまで5分20秒、4000メートルまで7分6秒、5000メートルまで8分54秒、6000メートルまで10分45秒、7000メートルまで12分42秒、8000メートルまで14分45秒、9000メートルまで17分3秒、1万メートルまで19分47秒、1万1000メートルまで24分26秒と計算された。最大上昇限度は1万2000メートルだった。飛行時間は、電光丸崎において正規前備重量で高度4000メートル、ガソリンを全部使用し 444.5 キロの巡航速度において3時間49分飛行可能で、航続距離は約 1464.5 キロメートルになった。可荷重量では同条件で5時間43分飛行可能で、航続距離は約 2208 キロメートルになった。電光丸滝においては正規前備重量で同条件で3時間1分ほど飛行可能で、航続距離は 1170km ほどになった。可荷重量では同条件で4時間22分飛行可能で、航続距離にして 1686.6km になった。高度 6000m では両機とも約プラス30分から1時間ほど飛行可能になった。離陸滑走距離は電光丸崎において無風、正規前備重量で 276m、可荷重状態において 385m となった。電光丸滝においては同条件で正規前備重量で 303m、可荷重状態においては 417m と計算された。着陸滑走距離は電光丸崎において無風、正規前備重量で 620m、可荷重状態においては 687m と計算された。電光丸滝においては同条件で正規前備重量で 640m、可荷重状態においては 700m と計算された。電光丸崎の着陸速度は、正規前備重量において 147.2 キロ、可荷重状態において 155.7 キロだった。電光丸滝においては正規前備重量で 149.8 キロ、可荷重状態において 157.7 キロだった。さて、電光の計算性能を概説した。実際に見てみると要求性能を守れている部分は多いとは言えない。しかし、たとえ計算値だとしても、夜間戦闘機としてこれだけの性能にまとめ上げた設計陣の苦労は計り知れないだろう。さて、以上が、S1A1、電光の開発の物語であった。電光は軍からの要求と兵線としての使いやすさと生産のしやすさという三つどもえにして、製造は遅れに遅れ、地震に爆撃に工場疎開といったびの苦難にあった。そして、最終的にその宿敵であった B29 の爆撃によって運命を閉ざされるというなんとも皮肉めいた最後を迎えた。それでも戦争末期、海軍からの要求の厳しさに応え、試作機整理などを乗り越えて実機の製造にまでこぎつけ、そしてその機体が完成間近であったという事実は、驚くべきだろう。
B29 迎撃の雪辱こそ果たすことはできなかったものの、技術的な挑戦を多分に含んだ機体である電光は、今後も多くの人々にとって興味をそそられる対象であり続けるはずだ。